Hello from the Learning Garden in Whitehorse, Yukon. Sebastian and I are still filming the gardens for the upcoming season, which means we're not behind the editing desk right now. Bonjour à tous, nous sommes présentement à Whitehorse, au Yukon, au Learning Garden. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas en train de monter de nouvelles émissions. So until the new episodes are ready this fall, we will be rebroadcasting episodes from Japan in season 1. Please enjoy, everyone. Et donc, ce qu'on vous propose en attendant d'avoir de nouvelles émissions pour vous, c'est celle-ci qu'on a tournée au Japon en 2024. On espère que vous allez apprécier. 私の名前は田口文也です。美術館では、学芸員として働いています。この美術館は埼玉県の、さいたま市北区、盆栽町というところに立地しています。盆栽町という名前は盆栽という名前がついている町は、日本全国でもここだけにしかありません。大正12年、1923年に、東京を中心に関東大震災という大きな地震が起こりました。その地震で被災した東京の盆栽業者たちが、郊外に新しい土地を求めて、自らこの土地に来て、手つかずの大地であったこの土地を開拓して、移住し、この町に住み始めました。以来、約100年、ですけれども、この町に盆栽が根付いていったわけですね。そしてこの根付いた盆栽の文化を日本とそして世界に発信していこうということで、この美術館は2010年に開館しました。この美術館は大きく2つの展示スペースに分かれています。一つは屋内のコレクションギャラリーと呼ばれるところ。もう一つの大きな展示場が盆栽庭園です。全部で約70点ほどの盆栽を展示しておりまして、こちらについてはその季節によって見頃を迎えた盆栽を展示して、来館者にその季節感というのを伝えるように努めています。盆栽のまずその正面というのはどういうところで見極めることができるのかというと、盆栽の枝ぶりというのを注目する必要があります。盆栽の正面を作るには、まずその盆栽の木のゆったりとたくましい幹が大きな見どころになってきます。そのためその正面の幹を隠していてはダメでいけません。両方の左右の枝をやや広げるように形作っていき、その正面の幹をまっすぐ見られるように仕立て上げています。でまた盆栽を飾るその一石の中で、盆栽をどのように配置をしているかというと、日本の木、また日本の庭園でも、西洋の庭園などと比べて線対称ということはほとんどありません。日本の文化というのは刀流れの文化ということを代名詞としていることができます。ですので盆栽の木もどちらかに流れがある、右か左に流れがあるというふうに作り上げていきます。このため盆栽を飾るその席の中でも、その盆栽が右流れであれば空間の中に左に配置をして、その流れのある方に余白を十分取ってあげる。それによってその木のゆったりとした姿をより鑑賞しやすくなります。
またその流れを受け止めるところに小さな添えの盆栽というのを置く場合があります。そうしたことによって、流れが片流れではありますけれども、全体としては大きな三角形のシルエットを作る安定した展示というのを試みているということになります。そしてそうした盆栽というのはその樹形とともに、植木鉢との調和ということも考えます。この植木鉢を選ぶ際にはそうですね、横に長く木の姿が流れているものであれば、植木鉢は短冊型の細長いものを用意します。また例えば崖にかかった木が下へ下へとこう伸びるようなそのような姿で木を作っていくとすれば、丸い鉢を使って安定感というのを演出します。当館のコレクションの中で最も樹齢の古い盆栽はエゾマツの銘がありまして、轟という名前が付けられています。この轟の盆栽エゾマツですけれども、推定樹齢は1000年ということで考えられています。盆栽の世界の中では常緑樹の盆栽、そして落葉樹の盆栽というものがありますが、より小白盆栽といわれる常緑樹の木々というのを格の高いものとして考えています。その理由ですが、日本では元来常盤木という言葉があります。絶えざる緑の葉を茂らせるという木のことを常盤木と言いますが、こうした常盤木の例えば松の木には神が降りるというふうに日本の文化の中では考えてきました。神が宿る木ということになります。こうした古くからの伝承によって松などの常緑樹の盆栽、常緑樹の木々というのを他の木々に比べて一段高く考えるようになってきた文化というのがあるわけです。そうしたことを背景にして盆栽の世界でもこうした常緑樹の小白盆栽というのを一つ格の高いものとして考えるようになっています。盆栽を飾る場合、日本では外に元来置いてある盆栽というものを屋内に飾る際に畳の上に盆栽そのものを置くということは嫌われます。土足を禁止する日本の文化がその背景にあると思います。その際に考えられたのが飾という盆栽用の展示の台です。この展示の台を介すことによって座敷の中においても盆栽を飾ることができるというふうに日本人は考えてきました。その飾を選ぶ際にはやはり盆栽の木の形というものといかに調和するかということを考えます。大宮盆栽美術館のコレクションの中には大変有名な著名な愛好家が所蔵していた盆栽というのがいくつかあります。その中で特に有名なものは花林の盆栽でしょう。この花林の盆栽は亡くなった安倍元総理大臣のおじいさんであったこちらも元総理大臣の首相がお持ちだったというものです。この岸さんというのは大の盆栽愛好家として知られておりまして、日本の愛好家団体で作る日本の最大の盆栽団体である日本盆栽協会の2代目の会長を務められました。花林の盆栽としても世界でおそらく一番有名な盆栽だというふうに思います。これからの季節、夏を迎える日本では最近は大変気候変動の影響によって10年前に比べて大変暑い夏を迎えようとしています。この夏の盆栽の管理の中で最も重要なのが水やりです。盆栽は元来から大きく木を育てないということを目的として小さな植木鉢の中で木を育てています。ですので必然的に
土が少ないということになります。土が少ないということは保水力、水分の保水性が低くなりますので、暑い夏ですとすぐに水が蒸散をしてしまって、木が水分不足になっていきます。このため当館の盆栽職人、また日本の盆栽職人は夏に水やりというのは大変気を使っています。特に、暑い夏ですと、朝の水やり、昼の水やり、夕方の水やりと日に3回の水やりを行って、中でも乾く木、乾かない木というのがあって、乾く木の場合にはさらに1回追加をして1日4回の水やりということを行っていきます。当館の盆栽のコレクションは130点程度、さらに小さな盆栽を合わせると300点を超える盆栽があります。そのすべての盆栽に関して1日3回ないしは4回の水やりをするというのは、ほとんど1日が水やりで仕事が終わってしまうということになります。またそれは我々のこの世代だけではなくて、人よりもさらに長く生きる木ですので、これからその木の樹齢の許す限り盆栽として長く生きていくということになります。Thank you for watching this episode of Sometime in the Garden. To join in on the conversation, click like and subscribe.